さあ今回はトルコ風の白身魚のスープを作っていきます。まずはニンニク、玉ねぎ、セロリをオイルで炒め、そこに彩り豊かな3色のパプリカを、さらにトルコでは一般的な乾燥ミントを入れて爽やかなスープにしていきます。白身魚は今回は鯛を使いますが、お好みの白身魚を使っていただいても問題ありません。ふっくら仕上がった白身魚にミントの香りを楽しんでいただけます。さあでは始めていきますか。フライパンですね。まずはこのフライパンにオイルを流して、鯛とそれといろんな食材がありますね。色が綺麗なパプリカ、これも3色使います。まずは玉ねぎ、それからニンニクを切っていきます。玉ねぎは半分に切り込みを入れていきます。こいつをみじん切りに。玉ねぎをみじん切りにし、その後はちょっとニンニク、こいつは潰して刻んでいきます。それからセロリも、さあもうこのまな板の上でもう同時にね、いっぺんにやっていきます。切り込みを入れていきます。でこいつらを集めて刻んでいきます。ちょっと涙が出る手前ぐらいでもうやめちゃおう。よし。では十分に熱したフライパンに移していきましょう。いい音だ。さあ炒めてですね、甘みを引き出してあげましょう。よし。ではここで3色のこのパプリカをもう簡単に乱切りに。さあある程度しんなりとしてきたら、このパプリカを入れてしまいましょう。でそこにバター、塩と胡椒、それからちょっとねトルコ風なので今回ちょっとミントを使うんですが、乾燥のミントをこいつでちょっと本場な感じに。さあちょっとね炒めていくとまた香りが出ますからね。スープなんですが、コンソメスープをしっかりとミントの香りがしてますね。いい感じだ。ではこれはこのままこの状態で。さあではここでナスなんですけれども、今日はちょっと長ナスで、こいつを切って入れてしまうとせっかくのこの長ナスの形が分かんなくなってしまうんで、ちょっと存在感を残すように今回こいつをこのように縦に
こうですね、入れていきましょう。さあ切ったらですね、ここに味が入っていきますので風味が良くなります。ではここで魚なんですけれども、タイです。よし、もう白身魚であればもう何でもいいと思います。でこいつを簡単に切っていくだけです。魚をねしっとりとふっくらと仕上げたいので炒めたりせずに、もうこれはもうこのまま風味、それから臭み消しに白ワイン。さあここからですね15分から20分お待ちください。さあ15分20分経てば完成だね。よし、火を止めて、これまた香りがいいね。程よい食感に仕上がってると思います。いい感じ。よし、盛り付けに入ろう。スープをかけよう。さあここで仕上げにミントをのせ、ちょっと飾っていきましょう。そしてアクセントにちょっと辛みなんですけれどもチリパウダー。いいね。よし、バッチリだ。早く食べたいね。よし、完成。トルコ風白身魚のスープの完成です。良い一日を。